どうも、大キングです。本日も動画見ていただきありがとうございます。新生活セールが始まっております。すでに2本動画出してるんですが、今日が本番ということで、Apple 製品がね、めちゃくちゃありました。他もね、いろいろ、ほぼ Apple 製品なんですけど、見ていきたいと思います。その前に、一旦この Kindle Unlimited がですね、Audible は昨日ね、2ヶ月無料終わっちゃったんですけど、1ヶ月、2ヶ月99円、980円2ヶ月分が99円で、200万冊以上が読み放題になります。雑誌とかね、小説とかもそうですかね。かなり、これいいので、99円でね、いかがでしょうか。プライム会員もしまだなってない方いましたら、この紹介プログラムっていうのがあるので、貼っときますね。1000ポイントもらえるので、ぜひね、チェックしてみてください。かなり、いろんな送料がね、月1回以上使うんだったら入った方がいいと思いますので、プライムビデオ見放題とか、送料が無料になるのが一番でかいと思います。最近で確か3500円以上じゃないと無料じゃなくなるらしいので、そこら辺も含めて検討してみてください。プライムは入った方がいいです。で、今回Apple 製品がですね、すごいあります。価格のね、来たら安い順に並べてもらうと見やすいと思うんですけど、Apple Watch がすごい、シリーズ9ですね。かなりあります。シリーズ9とか、他もいろいろあるので、ちょっと見ていきましょうか。多すぎてね、選べないと思うんで。と言いつつ、この Beats Studio Pro がですね、20% オフになってましたね。3万円台まで来た。Beats、Apple に買収されてるので、ノイキャンと外部音取り込み。音はね、AirPods って感じかな。Beats の迫力みたいなのはあるんですけども、AirPods Max のトーンのやつの廉価版っていう感じでもすごい使いやすいです。やっぱ Apple 製品と AirPods みたいな感じで使えますので、結構安いと思います。3万円台。最安値じゃないでしょうか。今回Apple Pencil この USB-C のモデルがね、来ました。これ最近ね、去年終わりぐらいに出たのかな。あとは普通に第1世代のライトニングと、これが一応ね、ややこしいんですけど、第2世代。そろそろね、こっちは出そうな気はするので iPad Pro と、いいかなと思います。で、互換性に関しては、この iPad ですね。USB-C 搭載のモデル、iPad Pro、大体全部、ほぼ全部の11インチか。12.9 インチは全部いけて、iPad Air は第4世代、第5世代、iPad 10世代、あと iPad mini かな。第6世代。USB-C が搭載されてるモデルは使えるっていう感じになってるんで、iPad 9世代使えないんでね、ちょっと注意ではあるんですけども、9世代が iPad 今回ね、新しいのそんななかったんですけど、64ギガかな。これセルラーモデルです。もしセルラーモデルで探してたら 54,800 円で、いいかな。プラス、普通のモデルに 5,000 円ぐらいですかね。はい。スペースグレーだけか。でも、これぐらいならね、全然9世代でいいですけどね。スペースグレーだとめちゃくちゃ高い。なぜか。54,000円かないいんじゃないでしょうか。このぐらいだったら、整備済み品にはなるんですけど、個人的にはやっぱこの iPad Pro かな。これ第一世代ですね。さっきのなんで、ペンシルも使えるんですけど、65,000円で、やっぱりこの全画面、Face ID が結局ね、なんだかんだ便利なんですよね。シルバーは安い。64にはなるけど、256で75,000、って感じではあるけど、割とありかなと思います。まだ全然これ使えるんで、これありなんだよね。Face ID で、あとリフレッシュレート、ゲームとかもね、やっぱりいいと思いますし、iPad Air が去年7万円でありましたね。僕だったら iPad Pro さっきの買うけど、Air でも全然いいと思います。4世代の方がちょっとチップとかが微妙に新しいのかな。あんま変わんなかった気がするけど、性能は。ありかなと思います。A14 か。A14 あったら全然ね、性能的には十分かと思いますので、お金ね、キーボードとかに使えるし、さっきのペンシルでもいいのかなと思いますね。そうですね。スペースグレーはね、こっちに iPad Pro ありましたね。68,000円で。2頃ないんだよね。こっちはシルバーがなぜか高い。よくわからん。そんな感じになっております。6万円台だったら割と iPad Pro ね、11インチありかなと思います。一番これ古いモデルにはなるんですけど、一番これが結局コスパいいんじゃないかなって思ってる僕は。iPad に関してちょっとこの発表会っていうのがね、そろそろあると思うんで、今の新しいの買うよりは片落ちぐらいの方が、3月にありそうなので、これ見てもらえばなと思います。iPhone ちょっとこれ終わっちゃったんですけど、これをぜひね、新しいモデルに関して話してますので、iPhone がありました。はい。で、整備済み品ですけど、12ミニかな。128ギガで5万円。いいんじゃないかなと思う。あとはカラーによる感じですかね。でも4万7千とかであるな。4万8千とか。ブラックいいな、これ。ぐらいでございます。ここからマグセーフ入ってるので、アクセサリーも使えると磁石くっつけて。で、13ミニが、6万円台まで来てますね。どうだろう。まだ、今のところまだありそう。ピンク、そうだね。スターライトが一番安いかな。でもね。こんな感じでございますね。結構安いと思う。でも6万円台だったら。13の方がやっぱバッテリー持ちとカメラがいいんで、長く使うならこっちかなっていう気はするんですけども、12もね、と言いつつ、12だったら結構バランスいいかもしんないな。価格と5万6千円であったんで、安いと思った。これは。5万円台。プロの整備済み品がね、確か7万ちょっとだったと思うんですよね。で、そう考えると、5万円台なら
いいんじゃない？ 12 の方がミニよりはやっぱりねバッテリー持ちはいいので、iPhone13 がまあコスパ的には僕は一番おすすめですけどね、7万5,000円でこれレッドにはなるけどカラーによって1万5,000円ぐらいだったらねいいかなと思います。カラーによってもないんですけど13とか結構いいかなと思う感じ。iPhone 14が128で9万円台ですかねぐらいならまあどうかな、ありかなプラスじゃねえけど3と14であんま変わんないんで正直カラーがの方がいいんだったらありかなと思います。ほぼでも13と変わんないです正直言うと。で高級感求めんならこの13 Pro が9万5,000円なんで僕だったら14買うんだったらこっち買うかなって思いますかね。256で9万5,000円なんですよね、なぜか256の方が安いというよくわかんない。ゴールドとかだと安いな、9万前半ぐらいだね。結構やっぱ下がってきてるのでかなっていう感じはする。高級感とかはやっぱりカメラとかね、14 Pro がね安くなってたわ。128ディープパープルが11万まで切ってましたね。ブラックはどうなんだろう、12万までいくとどっかな、ここら辺はなんか微妙な、これだと15プロ買うかなみたいなところあるんですけど、あと4万円差ぐらいあるんですよね。15プロが15万9800円からなので新品だけどぐらいならありかなっていう気はする。僕はあんまバッテリー持ちは正直良くないんですけど、パープルやっぱかっこいいんで結構カラーがいいならありかなっていう。そうだ、あとプラスもありましたね、10万。これもさ256とあんま変わんないんだよね、価格設定がよくわかんない256と価格差ちゃんと見て買った方がいいと思います。このブラックが一番安かったかな。でも画面でかくて軽いのでがいいならプラスでもありかな。13が結局コスパ的にはいいと思います。できるだけ安くって感じたら12で、高級感あって安いのなら13プロあたりかな。14プロとか15が12万ぐらいであるので、そこら辺ともね比較してもらえばと思います。レビュー動画とかいっぱいあるので。Apple Watch ですね、今回シリーズ9がこのモデルが一番安いかな。安いんだと GPS モデル 41mm ですね。この SMML っていうのはこのバンドのサイズなんで、これは関係ないです。大きい人は ML でいいと思うんですけど、基本 S と M で僕は大丈夫かなっていう感じ。45mm になると画面がでかくなります。で、GPS セルラーになると、こっちで通信ができるタイプですかね。シリーズ9ね、最新モデルなかなか安くなることはないと思うので、45mm にするとだいたい59,800円。5,000円差ぐらいですかね。男性の方だったら、45の方がいいと思う。セルラーにしたら結構ガーンって上がるので、そこら辺はね、7万いったらちょっと微妙かなっていう気がする。正直 GPS でいいかなと思います。セルラーにしたら、アプローチ単体で電話とかができる。iPhone が近くにあれば別に大体一緒に持ってると思うんで、セルラーの意味どうなんだろうっていう僕はしますけど、はい。で、あとシリーズ8かな。8に関しては、これ GPS セルラーのこのステンレスですね。モデルだったら7万4,000円ぐらい、確か最安だった気がします。8と9ね、ほぼ一緒です。9、9はこのダブルタップっていうのが使えます。パパンってね。アプローチ触んなくてもタップできるみたいな。それぐらいいいかな、正直。衝突自己検知が入ったんだったっけな。多分ほぼ、見た目は一緒です。ステンレスの方が高級感あるんでいいかなと思います、僕は。45mm、ちょっと大きいタイプですね。僕は男性はおすすめかなと。そんなに価格は変わらないので、これ。個人的に一番おすすめなのは、この 45mm のシルバーステンレスのミラネーズループ。これ僕も今、僕はシリーズ7ですけど、つけてるので、磁石がここくっつくんで、かなり使いやすくて、高級感もありますし、ビジネスシーンとかもつけやすいのかなと思うので、ここ好きでね、このバンドとか選べるので、ゴールドとかね、グラファイトとかあるんで、グラファイトとかは多分安くなってないのかな。ゴールドなんかちょっと高いな。これ見てみてください。89,000だったら微妙だな。79,000がいいかなっていう気がしますね。シリーズ9もあります。僕は8でいいかなって正直思います。102,000円かな。7% オフにはなるので、最新の機能使いたいとかであればですね、いいのかなと。これダブルタップかな。センサーは一緒ですね。皮膚温センサーも入ってるのと、このダブルタップと、画面がそうだね、常時表示が明るいっていう感じですかね。それぐらいです。バッテリーとかは変わんない。ミラネーズループね、こっち 41mm が 109,500円。ここら辺のかなって思います。バンドはいろいろあるんで好きに選んでもらっていいと思います。ゴールドとか、グラファイト 45mm はこっちです。45mm で117,000円なんで 8,000円差ぐらい。高い方が、僕は好きですけど、ごついのと重くはちょっとなるけどね。男性向けって感じです。で、
Mac ですね。今回、この M1 チップの iMac が2021年のモデルが出てました。CPU が8コアのモデルですかね。16万8000円でおります。からもいろいろ選べますので、なんですけど、この価格差だったら、M3 がね、最近、去年終わりに出たやつがあるので、GPU は8コア、8コアか、これも。で、19万円であるんで、正直こっちでいいかなっていう気はします。そんなに、軽い用途で使うなら M1 で全然いいんですけど、3万円しないのか、2万4000円ぐらいの差で買えるので、別に外見上は一緒です。チップだけ今回変わったので、それだったらこっちでいいかなっていう気がします、正直ね。あとこの M3 のモデルもね、新しい MacBook Pro 14インチも Amazon で買うと安い。12、1テラのモデルもね、確か安かったはずです。ポイントもついてくるので、やっぱ結構お得かなとは思います。注意点とか話してますので、一番安く買えるプロモデルにはなるかなと思います。で、今回この M2 Pro かね、が16インチが26万2000円。これは安いかなと思いますね。メモリ16で、ストレージが 512GB あるので、安い。M2 Pro 全然強いですからね。M3 Pro 出たけど、変わんないんで正直。これ結構ありかなと思います。16インチ。14インチは今回なかったんですけど、M1 Pro かな。もう一個前のやつが、整備済み品で20、2、3万かな。この差だったら、正直この M2 Pro 買った方がいい気がするんですけど、少しでもやっぱ安く抑えたいっていう方ならありかなと思います。同じ値段で 1TB で買えるので、正直そんな変わんないと思うんで、あとMacBook Air はね、今回あんまなかったですね、正直ね。一応整備済み品が13万8600円であるけど、ピン買ってもいいかなっていう気がする。2万円ぐらいの差なんで、512はない。エアはちょっとあんまなかったですね。服に関してはこの選び方っていうところとか、さっきの M3 ね、どうなんですか、待った方がいいんですかとか、そろそろ出るんじゃないか、そんな気もするんで、レビューもね、M2 してるので、選び方っていうところ見てもらえばなと思います。そんなもんかな。含みが一応あったな、M2。そういえば忘れてた。含みにもなんか出そうなんだよな。そんなに安いわけじゃないんで、これだったら新品買ってもいいかなっていう気がします。マジックトラックパッドとかもね、Amazon で買うとなぜか 10% オフというよくわかんない。ブラックは高いんですけどね、ホワイトなら定価より安いです。このマジックキーボードもね、僕はタッチ ID ついてないモデル使ってるんですけど、軽いから。タッチ ID のモデル結構ね、11% オフなので、いいっすよね。これ地味にね、便利。軽い。あとマジックキーボード。ライトニングがちょっと微妙なんだけどな。フルシリコンだったらガンガン使えるんで、これ。と軽くジェットとか行きたいと思うんですけど、エコーポップがね、33% オフでした。3980円。音良くて、まずとりあえずアレクサ導入したい人はいいかなと思います。セールの時すげえ安くなるんで、これ、エコーポップ。音結構いいっす。個人的におすすめなのはこのエコーショー5。これ僕も使ってるんですが、画面付きでアレクサの反応も良くて、音がいい。すごい。全然いいスピーカー。スピーカーいいです。これが今ベストな気がする。あとエコーショー15がですね、安くなってました。家族とかね、みんなで使うなら結構これもいいかなと思ってます。5% オフではあるんですが、新しいのもう一個出てたんだけど、なんか微妙らしいとも聞いたので、Fire TV もあとね、Fire TV4K ね、これ新しいの確か秋出たんで、結構 Fire TV でいいっす。Apple TV 最近使ってるんですけど、なんか、今日 Fire TV って全然いいなって思った。逆に。Apple TV は Apple TV でいいんですけど、で、あとなんか漫画がすごい安い。ブルージャイアント、モメンタムエクスプローラーとかが、ポイントがね、なんか 26% ぐらい返ってくるんですよね。あとダンジョン飯とか、おっさん冒険者はよくわかんない。結構あるので、あとおすすめはね、ポイントアップの対象なんですよ、この漫画とかって。呪術廻戦とかも来るね。トリリオンゲームなんか面白かったですね。なんかドラマになってたけど、この普通に面白かった。押し上がっていく系ですね。金って感じだけど。あとまたお金なんだけど、インベスター Z ね、最近読んですけど面白い、やっぱり。2巻、3巻ぐらいまで、11円です。110円とかなんでね。この前なんかね、すごいえぐいキャンペーンやってたけど、全部買っても数千円ぐらいだと思うんで、20巻でしょ？でも5000円いかないんじゃないかなと思うんで、これね、すごい投資のお話なんですけど、全然難しくない。わかりやすい。釣り屋の独り言は、これ、最近僕もハマってるやつですけど、26% 還元ですね。全巻買って2000ポイント返ってくるんで、これはでかい。こういうのいいんだよな。キングダム最新巻も、プラスなんか180ポイント返ってくるんですよね。26%。21、多分最新ですよね。これ俺とかまだ読んでねえかも、これ。こういう漫画とかも全部ポイントアップのキャンペーンなんで、まとめ買いするのもね、ありかなと思います。割とポイント、巻によってこう返ってきたりするので、見てもらえばなと思います。キングダム。ここら辺面白いんで、この70周辺。最後ちょっと食料編いきましょうか。プロテインですね。このアーモンド。これ意外と売ってないんで美味しいのに。グラノーラのチョコアーモンド。バリバリ食えて美味しいんですよね。意外とで売ってない。意外とありそうでないコンビニに。ベイクドチョコとかあるんだけどね。なんでないんだろう。でもこれ美味しい。いいめのイエモンですね。これは
は美味しいです。これ結構売れてた名前。藤井聡太くんが確か、いなくなった。はい。濃くうまい。濃くてうまいです。ヘパリーゼの3粒5袋。これね、結構飲む前に飲むんですけど、意外と効く。意外と効く。飲んだ次の日のダメージがやっぱりね、半減ぐらいなるんで、これいいですよ。なんか防御力アップするんで、ここは多分飲むんだろうなっていう日にパッとこう飲むのおすすめです。酒豪伝説は効くらしいと聞いたけど、まあ人によるのかもしれないけど、ウコンのやつ。琉球大学と共同開発したやつ。タブレットで飲みやすいんですけど、これでも僕はそんなに効くらしいって聞いた。なので、まあ宅配はね、少なってましたね。169円です。1本あたり。でも 7% あるんでね、結構満足感あるんですよね。肺から。唐揚げと一緒に最高です。濃いめも確か安くなってましたね。9%。まあ、これ安定のやつって感じ。酒ですね、やっぱね。で、糖質ゼロならやっぱこれですかね。一番これが結局なんかうまい気がする。糖質ゼロなら多分飲んでいいだろうって思ってます。あとまあこの本麒麟はね、結局なんだかんだ。第3のビールではあるけど、やっぱり美味しいですよね。150円ぐらい1本あたり。全然ビールとして飲めるというか、飲みやすいし、すっきりしてるし、甘みがある感じ。これはもう完全に趣味のカフェジンです。セールでもなんでもない。カフェジンでこの日課のカフェジンね、ちょっといい値段するんですけど、美味しいです、これ。で、トニックウォーターでジントニックできるので、もうこれちょうどなんかセットがあったんですよね。トニックウォーター意外とね、あるとこないとこあるんで、まあ単品で5000円ぐらい。贈り物であげてもね、結構喜ばれるんじゃないお酒好きな人だったらすごい喜ぶと思います、これ。で、めちゃくちゃうまい。香りがたまらん。あと、まあデイリーナッツフルーツですね。これ地味に美味しかったですね。で、無塩というか、味付けとかはないんですけど、なんかこの甘みのそのままで食べれました。で、小分けなので食べやすい。バラバラで入ってるんで、1キロセットみたいなやつは僕結構ガリガリ食っちゃうんで、小分けがいいかなって思いました、僕は。保存食。つまみにめっちゃいいです、これ。食べっ子動物は買ってください。もうこれはね、未だにうまいと思ってしまう。子供の頃から食ってるのもあるかもしれないですけど、銀ビス天才だなって思ってます。82円だからね、これ。82円で幸せが買えますからね。これはね、うまいんだよね。卵不使用っていうのを未だに信じられないんですけど、絶対卵入ってるだろうって思ってる。食べた後、ノニオをですね、った時はこれでぐじゅぐじゅしております。デザインもいいし、まあ、歯磨けないような状態の時はこれでね、やってますね。ベロベロの時は。カレー飯はね、買ってください。絶対に。これはもうお湯入れるだけでね、もう本当にガチで、こうガチの米の感じになりますからね。本当にインスタント感ないもんだって。これ考えた人本当すごいと思う。うますぎる。塩ラーメン安いです。10食分安い。なんだかんだこれね、やっぱりこの札幌の塩ラーメンと、まあ味噌ね。味噌はうまい。チリトマト。まあとりあえず抵抗して高タンパク低糖質ならいいだろうと。まあ 15g ね。やっぱタンパク質一旦取っとけばね、もういいだろうって思ってる。塩分控えめとかあるな。完全飯とかでもいいんですけどね。チリトマト結局なんだかんだうまい。チリトマトとやっぱカレーかな。欧風カレーね。チーズカレー。はい。っていう感じで、食料品は、結構まとめてます。これにちょっと入れときますね。概要欄に。今日紹介した商品もうまいこと入れときます。今までのセールのやつとか、まあ大体多分セールにはないこの赤いやつセールだと思うので、これも概要欄載せておきますね。このまあリングとかは安くなってないか。ケースとか結構ね、まあアンカー繊維別の動画でまとめてるんで、チェックしてみてください。ケース類はね、セールになったりしてるので、フィルムとか安い。1000円。安いな、ベルキン。まあいろいろありますので、チェックしてみてください。アップル関連は、アップル製品というよりは、どっちかというとアップル周辺機器ですね。おすすめのやつ、コスパいいやつとか。で、こっちはアンカーとか、まあ CIO とか、まあこれ結構割と中身ね、違います。同じように見える。全然違うんで、Apple の発表会とか iPhone、まあ、15の、これレビューもしてるので、チェックしてもらえばと思います。アンカー製品の、ここら辺も多分セールになってるとは思うんで、新学期キャンペーンもね、出ますし、さっきの Mac とか、レビューとか、まあ、iPhone15 のアクセサリーのレビューとかあるんで、形でセール動画も出していこうと思いますので、ぜひこの動画少しでも役に立ったよって方は、ぜひ高評価とチャンネル登録お願いします。お願いします。噛んだけど。コミュニティ欄とか、Twitter とか、TikTok で、YouTube でもお会いしましょう。じゃあ、またねー。またいろいろ更新していきます。頑張って。今日も結構、本当に3時間ぐらいかかってるからね。3時間は言い過ぎだけど、正直。ちょっと持ってます。昨日の動画はあれだったかな。まあ2時間ぐらいかな。うん。2時間ぐらいです。でも結構探してます、ちゃんと。探してる、ちゃんと。